今回の問題。ポートファーストを設定したポートはスパニングツリーの状態遷移をせずにすぐに何々状態になり通信ができるようになる。何々を接続するポートに設定する。BPDU ガードを設定したポートは BPDU を受信すると何々状態となりデータ送受信ができなくなる。ポートを復旧させるためには何々が必要。ルートガードを設定したポートは上位スイッチの BPDU を受信すると何々状態となりデータ送受信ができなくなる。上位 BPDU が送られてこなくなると何々になる。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。ポートファーストを設定したポートはスパニングツリーの状態遷移をせずにすぐにフォワーディング状態になり通信ができるようになります。PC やサーバーを接続するポートに設定します。BPDU ガードを設定したポートは BPD を受信するとエラーディセーブル状態となりデータ送受信ができなくなります。ポートを復旧させるためには管理者の採用が必要です。ルートガードを設定したポートは上位スイッチの BPDU を受信するとルート不整合状態となりデータ送受信ができなくなります。上位 BPDU が送られてこなくなると自動で復旧します。お世話になっております。マサルです。今回はポートファースト、BPDU ガード、ルートガードについて一緒に勉強していきます。BPDU ガードとルートガードはちょっと似ているので、この動画を機会にしっかり違いを把握しておきましょう。それでは始めていきます。前回の動画ではポートステータスに注目してどのようにコンバージェンスしていくのかを勉強しました。初期状態ではブロッキング、その後リスニング、ラーニングを得てフォワーディングもしくはブロッキングに変わっていきます。この仕組みはループによるブロードキャストストームを防ぐための仕組みではありますが、その一方、フォワーディングになるまでの時間、通信ができない状態となり不便な面もあります。例えばスイッチに接続した PC やサーバーがすぐに使えないというのは不便ですよね。理想はループが発生する可能性があるポートはステータスを見ながら変化していき、PC やサーバーが接続するようなポートではループが発生しないのですぐにデータの転送ができると利便性が上がります。そこで使われるのがポートファーストという機能です。ポートファーストを設定したポートはスパニングツリーの状態遷移をせずにすぐにフォワーディングになり通信ができるようになります。PC やサーバーを接続するポートにポートファーストは設定されます。ポートファーストは実際に見てもらった方がわかりやすいのでパケットトレーサーを使ってポートファーストの設定をしてみましょう。それではポートファーストの設定をしていきます。事前にスイッチと PC を接続してみて利用できるまでにかかる時間を確認してみたいと思います。それでは PC とスイッチを接続します。使えるまでにどれぐらい時間がかかるのか見ていてください。接続します。はい。利用できるまでに約30秒かかりました。30秒かかる理由はリスニング状態、ラーニング状態でそれぞれ配送遅延タイマーに設定されている15秒待機する必要があるからです。では次にポートファーストを設定してみてすぐにフォワーディング状態になるようにしてみたいと思います。接続したリンクは一度削除しておきます。スイッチを選択してポートファーストを設定します。今回はスイッチの FA0-1 に接続するのでインターフェースファーストイーサネット 0/1 を指定して FA0/1 に対してスパニングツリーポートファーストで設定を投入してください。設定ができたら FA0/1 にはポートファーストの設定がされているのでもう一度接続してみましょう。 PC とスイッチを接続します。すると接続した瞬間に LED のランプが緑色に変わって通信できるようになったことを表しています。ポートファーストを設定すると初期状態からすぐにフォワーディングに移行するので待機時間なくすぐに通信ができるようになります。これがポートファーストという機能です。では次に BPDU ガードという機能を見ていきます。BPDU ガードを設定したポートは BPDU を受信するとエラーディセーブル状態となりデータ送受信ができなくなります。ポートを復旧させるためには管理者の作業が必要です。先ほどポートファーストの設定を行いましたが、もしポートファーストのポートにスイッチが接続された場合、ループが発生する可能性もあり危ないんじゃないかと不安に思った方もいるのではないでしょうか。スイッチではそのような場合に備えて別の機能が用意されています。その一つが BPDU ガードという機能です。ポートファーストを設定しているポートはクライアントが接続するポートなので本来 BPDU が届かないポートです。それにもかかわらずポートファーストのポートに BPDU が届いたということは
管理者の意図しないスイッチが接続されたことを意味します。管理者が意図しないスイッチを接続した場合、そのスイッチがルートブリッジになってしまうと、管理者が意図した通信経路を変更してしまうことも考えられます。BPDU ガードを設定しておいたポートに BPDU が届くと、状態をエラーディセーブルにしてポートをシャットダウンさせます。シャットダウン状態ではフレームを転送しなくなるので、意図しないスイッチが参加してくることでの経路変更を防ぐことができます。それでは BPDU ガードも一緒にやってみましょう。それではこちらのネットワーク構成を使って BPDU ガードの設定をします。まず現在の状態でどのような設定がされているかというと、各スイッチの FA0-1 が PC やサーバーにつながっているんですが、FA0-1 にはすでにポートパースの設定が入っています。そして管理者はこちらのスイッチ2をルートブリッジとして経路を管理しています。では、この状態で管理者の意図しないスイッチが接続されてしまうとどのようなことになるのか見ていきたいと思います。今回はポートファーストが設定されているこちらのポートのつなぎ先をスイッチ5に変更したいと思います。スイッチ5はブリッジのプライオリティが0になっています。プライオリティが0ということはどのスイッチよりもプライオリティが小さい値なので、接続された際にはこちらがルートブリッジに選出されます。では接続先を変えてみたいと思います。PC さんにつながっているリンクをスイッチ5の FA0-1 に接続してください。するとスパニングツリーの計算が始まります。この状態で少し待ちます。初期状態ではこちらがブロッキングのポートだったことを覚えておいてください。一定時間が経過してスパニングツリーの再計算が終わりました。最初はこちらのポートがブロッキング状態だったのですが、こちらがブロッキング状態に変更されています。このスイッチが接続される前は管理者が意図した通信経路としてこのような通信経路を描いていましたが、意図しないスイッチが接続されたことによって通信経路が変わってしまったことを表しています。それではこちらの接続を元の状態に戻します。スパニングツリーの再計算が終わって非指定ポートが元の状態に戻りました。ではここから BPDU ガードの設定をしていきます。こちらのインターフェース FA0-1 に BPDU ガードの設定をしてみたいと思います。スイッチを選択してグローバルコンフィギュレーションモードの状態でインターフェースを指定します。今回は FA0-1 を指定してスパニングツリー BPDU ガードイネーブルと入力します。このコマンドで FA0-1 の BPDU ガードが有効化されました。今回はインターフェース単位で設定を行いましたが、もしポートファーストを設定しているポート全てに設定を行いたい場合は、グローバルコンフィギュレーションモードでスパニングツリーポートファースト BPDU ガードデフォルトと設定してあげると、ポートファーストを設定している全てのポートに BPDU ガードの設定をすることもできます。それでは FA0-1 に BPDU ガードが設定できたところで、先ほどと同じようにプライオリティの低いこちらのスイッチを接続してみたいと思います。接続先を変更します。接続するとこのように LED の状態が赤い状態になっています。LED が赤い状態は通信を行うことができない状態です。ではこの FA0-1 がどのような状態になっているのか Show Interface First Ethernet 0/1で状態を確認してみましょう。Show Interfaces First Ethernet 0/1で状態を見てみると、こちらエラーディセーブルという表示が出ています。エラーディセーブル状態だとデータを送受信することができません。なお一度エラーディセーブルになってしまうと、このように接続先を元に戻したとしても通信を行うことができません。エラーディセーブル状態になってしまったら管理者が手動で設定をし直す必要があります。該当のインターフェースを指定して一度シャットダウンさせてからノーシャットダウンで復旧させることができます。ではエラーディセーブル状態から復旧させます。該当のインターフェースを指定して一度シャットダウンさせます。この状態でノーシャットダウンをするとこのようにポートが復旧します。ここまで BPDU ガードの設定について一緒に見てもらいました。では最後にルートガードの機能も見ておきましょう。ルートガードを設定したポートは上位スイッチの BPDU を受信するとルート不整合状態となりデータ送受信ができなくなります。ルートガードの場合は上位 BPDU が送られてこなくなると自動で復旧します。これもパケットトレーサーを使ってみた方が分かりやすいのでパケットトレーサーに移動します。では最後にルートガードの設定も一緒にやってみましょう。今は FA0/1 に BPDU ガードの設定が入っているので BPDU ガードの設定を削除しておきましょう。スイッチを選択して該当のインターフェースを指定してスパニングツリー BPDU ガードディセーブルと入力してエンターを押してください。
この設定で BPDU ガードを該当のインターフェースから削除することができます。では、今 FA0-1 はポートファーストの設定だけが入っているので、FA0-1 にルートガードの設定を入れてみましょう。ルートガードの設定コマンドは、該当のインターフェースを指定して、スパニングツリー、ガード、ルートです。コマンドを入力できたらエンターを押して投入してください。それでは今は FA0-1 にルートガードの設定がされているので、接続を切り替えて挙動を見てみましょう。まずはプライオリティが0のこちらのスイッチに接続をしてみます。接続を行うと、今までルートブリッジとしていたブリッジのプライオリティよりも低いプライオリティを持ったスイッチが接続してくることになるので、上位の BPDU が送信されることになります。上位の BPDU を受信した場合は、ルートガードが機能して、ルート不整合という状態になり、通信することができなくなります。ルート不整合の状態は、こちらのコマンドで確認することができます。こちらのコマンドで、ルート不整合の状態を見てみましょう。すると、FA0-1 でルートの不整合が発生していることが確認できます。では、こちらの接続先を元の PC に変えてみましょう。元の PC に変えると、このように LED は緑色になっており、すぐに使える状態です。先ほどの BPDU ガードと違って、管理者による復旧作業は必要ありません。では最後にこちらのスイッチとも接続してみたいと思います。こちらのスイッチのプライオリティは8193なので、元々のルートブリッジよりも大きい値になっています。つまりこちらが接続されたとしてもルートブリッジには変更ありませんので、ルートガードは機能しないはずです。それでは接続してみます。接続を行いました。しばらく時間が経つと、こちらの LED も緑色になって使える状態になっています。ルートガードの場合は、ルートブリッジが変更されないように、プライオリティを見て判断をすることができます。先ほど見ていただいた BPDU ガードは、BPDU が送られてきた。つまりスイッチが接続された時点で使えなくなりますが、ルートガードの場合は、ルートブリッジが変更される恐れがない場合は、スイッチを接続して利用することができます。それでは実習は以上です。それでは最後に今回の学習内容を振り返りしておきましょう。ポートファーストを設定したポートはスパニングツリーの状態遷移せずにすぐにフォワーディング状態となり通信ができるようになります。PC やサーバーを接続するポートにはポートファーストが設定されることがあります。BPDU ガードを設定したポートは BPDU を受信するとエラーディセーブル状態となりデータ送受信ができなくなります。復旧させるためには管理者の作業が必要です。ルートガードを設定したポートは上位スイッチの BPD を受信するとルート不整合状態となりデータ送受信ができなくなります。上位の BPDU が送られてこなくなると自動で復旧することができます。それでは今回はスパニングツリーのいろんな機能を一緒に勉強しました。最後にちょっとしたおまけトークも入れているので、もしお時間ある方は最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは動画ご視聴いただきありがとうございました。それではおまけトークです。今回は BPDU の機能について一緒に勉強したんですが、皆さん気づきましたか？ポートファーストを設定するときには、スパニングツリーポートファースト。BPDU ガードを設定するときには、スパニングツリー BPDU ガードイネーブル。そして、ルートガードを設定するときだけ、スパニングツリーガードルートなんですね。なぜルートガードだけガードルートなんでしょうか？フェイント入れてくるんだよって思いませんか？思いますよね。なんでなんだろうなと思って調べたんですけど、理由はわかりませんでした。これはもう覚えるしかない。こんな時、私は好きなアニメの言葉を思い出します。世の中に不満があるなら自分を変えろ。それが嫌なら耳と目を閉じ、口をつぐんで孤独に暮らせ。もしよかったら広角機動隊というアニメ面白いので見てみてください。最後までありがとうございました。